ねえ、あなたの日本語、おじさんっぽいよ。ナミね、この前 SNS で外国人の男の子が日本語で書いてるのを見てさ、なんか教科書で日本語勉強した人ってお役所みたいな話し方するんだよね。本日はよろしくお願いいたしますみたいな。なんかすごく真面目な感じがして、でも全然悪くないよ。教科書通りに頑張ってきた証拠だから。その子さ、プロフィールに日本語勉強中ですって書いてて、偉いじゃんって思ったんだけど、コメントが全部めっちゃくちゃ丁寧で、お世話になっております。あなたの投稿、大変参考になりましたって、なんか丁寧すぎてびっくりしちゃって、コーヒー吹き出しそうになっちゃった。でも気持ちはわかるんだよね。誰も教えてくれなかっただけで。教科書ってそういうの教えてくれないじゃん。だから今日ナミが全部教えてあげる。さ、女子って実際こんな感じで話してるの。すみませんじゃなくて、ごめんか、ごめんちゃい。ごめんちゃいってさ、ちょっと可愛く謝る感じで、言い方によっては全然反省してないっぽくて、でもそれがリアルだから。友達同士ってそんなもんだよね。よろしくお願いしますじゃなくて、よろしくか、よろよろは短すぎてびっくりするかもだけど、これ普通に使うから。てかさ、全部短くなってるじゃん。丁寧すぎると、なんか距離感があるって思うんだよね。きっと。ここまで日本語を勉強してきたの、すごいと思うから。あとちょっとだけ変えるだけでいいの。難しく勉強するくらいなら、まずこの丁寧語を捨てることから始めてほしいな。てか話変わるんだけど、この前さ、ナミ深夜にコーヒー飲みながら日本語の本読んでたんだよね。深夜の読書ってなんかテンション上がるんだよね。これってナミだけ？コーヒーの香りと静けさがたまらないんだよね。で、そこに挨拶は丁寧にって書いてあって、いや、丁寧すぎるのが問題なんだよって一人で突っ込んじゃった。部屋で一人で突っ込んでるナミ、ちょっとやばいね。でもさ、教科書ってなんで友達っぽい言葉を教えてくれないんだろうね。リアルな日本語話したいなら、フランクな言葉の方が絶対いいのに。なんか教科書ってさ、日本語の会社員を育てたいのかなで、話戻るんだけど、あなた今、どっちの日本語を使ってる？教科書系？
それともリアル系？コメントで教えてほしいな。ナミ、全部読むからね。あとさ、これだけは絶対覚えてほしいんだけど、お疲れって言葉。英語で言うと、You are tired? Good job? Good night? 全部なんか違う気がする。無理。もう日本語で言う。てか、これ本当に英語にならないの。ナミ毎回困るんだよね。外国人の友達に説明しようとするたびに、なんか変な顔されるんだよね。お疲れってさ、全部の意味が混ざってるんだよね。友達に会った時のお疲れって、やーみたいな感じ。仕事終わった時のお疲れって、よく頑張ったねみたいな。深夜に推しの配信終わった時のお疲れって、ありがとうみたいな。てかこの前さ、推しの配信にお疲れってコメントしたら返事来たの。もうそれだけで一日終わってよかったってなったよね。ナミ、身長15センチしかないのにテンションが天井突き抜けたから。一個の言葉でこんなに使えるのすごくない？これ言えるだけで一気にリアルな日本語っぽくなるから。今度お疲れって使ってみてよ。絶対反応変わるから。きっとね、なんか急に距離縮まった感じするから。てかこれ、まだ全然あるんだよね。リアルに使う言葉、まだまだいっぱいあるから。今日教えたやつ、ぜひ使ってみてね。どうだったかコメントで教えてほしいな。続き気になる人、また切ってね。次も絶対見てほしいから。